ここが一番難しくて、難しい。間取り的にはダイニングっていうくくりなんですけど、どこがダイニングなのよ。2段ベッドの上から子供はテレビを見て、その間でパパが仕事をする。すごい絵だねそれね。大変な部屋ね。大変な部屋です。おお。なんかほぼ子供のものみたいなあ、話。そうです。うんとなんか漫画とかなんですけど、はい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 。母ちゃんの。母ちゃんのああ、母ちゃん本が好きだもんね。でも読む時間がないから増えるだけ増えちゃうっていう。一旦買うのやめよう。読まないんだったら読んでからにしましょうよ。はい、今回の週末ビフォーアフターは男の子3兄弟を育てる共働きのお宅に訪問してまいりましたので、まずはこちらの模様からご覧ください。はーい。どうもこんにちは。こんにちは。古方です。よよろしくお願いします。よろしくお願いします。あら今日ははい。ご主人と奥さんと。友達が来てあ、友達くれてます。あはい。どうも、はじめまして、古方です。赤ちゃんもいて、すごいね、今日いっぱいいるのね。はい。新築このうち。1年目ぐらいです。あ、そうなのはね。綺麗よね。はい。まあ、ちょっといろいろね、置かれちゃってますけど、はい。いろいろ悩みがあるということで。そうなんです。はいお願いします。じゃあ、入らせていただきたいと思います。おはい邪魔します。どうぞ上がってくださいほら、今日はご主人とお友達とはい。三角関係じゃないわよね。違います。そういうわけじゃなくてね。違います。はい。じゃあ入りますね。お邪魔します。はいお願いしあ、ますお、なんか広々としていいじゃないですか。なんかここは何バリケードしてどちらかってますけど。そうなんです。ねこちらかってます。ね、赤ちゃん何ヶ月10ヶ月あで10ヶ月ね、はいだからなるべくこう危なくないようにす。そうなんです。こう広々とさせてみたいな、はい。でちょうどうん立ち始めちゃったので、もういろんなとこに手が届いて、そうよポイ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 。ね、今が一番大変よね。そうなんです。でこういうね段ボールでバリケードしたりとか、これ買ったので後で設置してもらおうと。私たちが設置するベビーチェアね。あ、なるほどね。いろいろね、はいそうよね。赤ちゃんいるといろいろ大変だもんね。家族構成はどんな感じですか？子供が3人いて、お男の子3人います。もうどこどこ大変。あらまあ。うん。で小学校2年生おと年中さんとこの子です。それははい。ね、帰ってくるとすごいねじゃあね。すごいです。だから今ランドセルとかないので、うんまだ綺麗なんですけど、保育園の荷物とかそっかそっか。置き場所がなくて。だからみんなそれぞれ違うところに行っていながらも、はいここに一人居続ける子が。奥さんは仕事してないの？育休中でおう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 来年の4月に復帰予定なので、あその前に。そうだね。で、面倒を見ていて何とかしたいと。はいご主人はどんな感じですか？今日お休みで休んでくれて。今日は休みでありがとうございます。ハッピーファミリーだからね。夫婦仲はいいと。そりゃそうよね。3人もいいんだからね。ここで仲悪いって言ったらおかしいわよね。三角関係じゃないんですよね。じゃないですじゃないですよね。ご主人はお勤め。ほぼ 100% 在宅。あ、在宅？はい。どこで働いてんの？ 2階でお。父さんの部屋があってそこで、仕事してる。そうです。なるほど。いちょっと心強いわよね。とかちょっと買いに行ってくるからちょっあそうですねと見ててみたいなことができるってことはいね。はい。それはいいわ。いお父さんが家にいるっていうのはとても力強いということで。はいでやっぱり何？どういったことが悩み？あまあどちらかっていうとどちらかっていうとしょうがないわよね。うん。そうまずごちゃごちゃしてるのそと、うね。あと子供が片付けるって言っても、うんなんか仕組みっていうか、まあどうしていいかわからないっていうのと、なんつうのこの玄関入ってすぐがリビングになってて、はい。バックヤードが弱いからここら辺に置きがちよね。そうなんです。もう本当ここに扉があったらよかったよねみたいな話じゃない？そうなんですおうおうわかるわそれ。で、うんあとそのダイニングテーブルが今こたつテーブルなんですけど、あこれこたつなのはいね。座卓なんですけど、うんうんうんもう赤ちゃんがうん立って全部上のものをポイポイしてご飯の時とかもやっちゃうから、うん足が伸びるんですよそれ。だから、足を伸ばして、う椅子でダイニングテーブルにしたくて、うん椅子だけ先に買っちゃっそうよね。私なんでこれにかかってるのかなと思ったら、た。そうこの家にはダイニングテーブルがないもんね。そうなんです。じゃあこれからはダイニングエリアを作り、
そのくつろぎのスペースと食卓と分けたいと。そうなんです。分かるわよ。やっぱりどうしても上に上げちゃうからここがどちらかるわよね。そうなんです。もううんなんかこう、うん置いちゃうんですよ、いろんなところに。うんうんうん。だからもうごしゃごしゃにずっとなってて、ここで父ちゃんは漫画読むみたいな話でしょ。それはママのもう何でもありって感じよねそう。いやいや難しい。ただね、私ちょっとここ気になるのが、ここキッチンじゃない？はい。でリビングダイニングじゃない？はいこの部屋何よ？これうん。ですね、ここが一番難しくて、難しい。間取り的にはダイニングっていうくくりなんですけど、ここがダイニングなのよ。でうん。吹き抜けなんですよ。ほら。だから本当だ。すごい天井高いわねこの家。なのでなんかエアコンとかつけられないよねって話になり、なんか部屋として使えないから、今ファミリークローゼット物置というか、なんか本当ここに穴開いてればね、玄関からそのまま入れたりね。そうなんです。で、うんここだからその棚とかポールとかを全部後付けで増設してなるほど。ファミリークローゼットにしちゃったんです。なるほど。だからあれよ。頑張ってこの者たちがここまで来ればいいわ、ね。そうなんです。でもなんかあそこに1個置き出すとあそこが楽だから頑張ってここまで来たいんだけれども、ここもなんか使い切れてないというか、そうもったいないわよ。うんだってここでなんか育児してる感じじゃない。このプールはですね、うん洗濯物用でして、洗濯物をもここにガサッとう干したものをガサッと入れて、 3人の子供のするとざっくり加減がすごいよね。みんな探しておう私が畳むの系で山になっちゃうから、このボールプールの中でこうやるこっていう。れボールプールっていうやつね。そうです。いいと思う。ここに扉あるけどこれはこれは階段に通じる扉なので、入り口なのね。そうです。こっちからも行けるから、うん別にそこ閉じててもいいかなっていうので、この入り口がここにあったらよかったね。そうねえ。なんか使い切れてないのがもったいない気がするわね。で一応家族の衣類はここに全部あるんだよ。ほぼほぼ全部あります。だから、はいとりあえず洗濯して干して畳まなきゃいけないものはここで、はいで畳みきれないのがここにたまると。はい。わかりやすいですね。はいやっぱりもうちょっとしばらくは難しいよねっていう気がするので、まあここを活用しつつどう置くかよね。はい。はい、わかりました。はい。で、あと悩んでるとこは？あと2階なんですけど、 2階ねはい。はい、ということで2階を見せていただきたいんですけど、2階はどうやっていくの？あ、こっちね。ね、なんかやっぱこうやってね、うん要所要所ね。これがあれね、さっきの部屋に続く道ね。そうです。うん。じゃあ上上がりましょうか。2階には何部屋あるの3部屋あります。なるほど。じゃあこれどこから見た方がいいかしら。手前の部は屋で、い、2段ベッドがありますよ。はい、はいあるんですけど、子供が寝てなくてですね、そうなの？まだ寝てくれなくてですね、うんうんうんその下に旦那が寝てます。あ、ここはお父さんの場所。なんかあれね、寝台列車の下で寝てるって感じね。一家の主が。そうなんです。でここでお父さんはなんか司令官のように仕事してると。そうなんです。ただそこにテレビがあるので、うん子供たちがこう見に来てしまったりとかして、おお、邪魔じゃない。そうビダンベッドの上から子供はテレビを見て、その間でパパが仕事をする。すごい絵だねそれね。なるほど。それはお父さん的にはどうなんですか？たまにちょっとそうよね。オンラインとかするんでしょ？仕事で。はいねえ。その時ちょっとね、ここでポケモン見られててもね、ちょっと邪魔だなみたいな話よね。でももともとここは何？子供部屋にしようと思ってたの？そうです。じゃあこの収納にも子供のものが入ってるの？いえ、ママとパパの服と布団、あんま動いてないんだ。動いてないけどパンパンです。もう開けないでっていうぐらいなんか物置いてありますもんね。見ますよ。はいはい。あ、本当だ。すごいじゃない。なんか教えた通りに入ってるわよ。動いてないのに。稼働率じゃあほぼゼロね今ねこ。こはほぼゼロです。もったいないわ。こんなに出ちゃってるのに。まあでもこの部屋をどう使うかってことよね。はい。でもあれか、お父さんとしてはこのベッドは必要なのか。寝るところがなくなっちゃうので、そうよね。でも3つあるんでしょ部屋を。部屋3つあります。だからどういう部屋割りにするかっていうのもすごく重要なのかなって思うよね。ただちょっと1個すごいことになってる部屋があるので、ああ。下にもありましたけどね。はい。じゃあお父さんが今専用で使ってるっぽい部屋ってことねここは。そうですね。わかりました。じゃあ隣行きますか。はい。隣の部屋は何の部屋？隣の部屋は物置です。大変な部屋ね。大変な部屋です。おお。なんかほぼ
子供のものみたいなあ、話？そうですおうとなんか漫画とかなんですけど、はい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 。母ちゃんの？母ちゃんのああ、母ちゃん本が好きだもんね。でも読む時間がないから増えるだけ増えちゃうっていう一旦買うのやめよう。読まないんだったら読んでからにしましょうよ。ただあれね、ここエアコンついてないから、はい、なんか言いやすい感じではないんだよね。でも綺麗になったらつけようかな。そうよね。やっぱりエアコンついてないっていう部屋はどんどん使われずにすさんでいくお家を見てるわ。じゃあここはどういう部屋にしたいなっていうのはあるんですか？本当は、うんあっちを子供部屋にして、ここでパパが仕事をできるようにしたら、ここが一番狭いので広さ的に一番いいかなとは思うんですけど。お父さんはそれに対しては？それの準備ができれば、まあ、エアコンつける。そうね。俺のためだったらね、もうはたくわよね。そうね。なんかちょっとここにテレビの部屋にしたらちょっと嫌だもんね。だからそもそもそこの部屋は子供部屋として残しつつ、俺の部屋を一つ作るみたいな話。できたらいいかな。そうね。でここが寝室なんだ。そこが寝室です。ここで4人で寝てんだ。そうです。ね。でそこのクローゼットはそんなに動いてないけど、一番空いてるかもしれない。そうなんだ。いいの見ても。大丈夫です。あ、本当ここだけね、廃墟みたいになってる。極端ね、とってそうなもんです。どっちかって言ったらさ、そっちに人が稼働してるんであれば、なるべくいる場所は物が稼働できて、ここは動いてなくてももう引きっぱなしなんでしょ？引きっぱなしです。だったらこっち側に動かないものを持ってきた方が、そっちが動いてそっちが散らかないかなっていうのがあるよね。なんとなくわかりました。はい。じゃあ1回で作戦会議しましょう。はい、ということでね、とりあえずまるっと見せていただいて、毎日忙しいんだなったらよーくわかる、お家で。でもなんかある程度部屋があるから、物を置く場所を変えるだけで変わるのかなっていう気がしますね。なのでもう一回改めてこうしてほしいっていうのがあるから、もう一回言っていただきたい。はい。息子の高校の途中の道なので、結構お友達がピンポンみたいなことがあるので、そういう時にすぐ寄っていいよって言えるお家にしたいなと。ちょっと玄関の前でちょっともうはいということで、このやっぱ景色をまず整えて、あとは家事がしやすいようにっていうのと、やっぱお父さんの部屋が問題かなっていう感じだよね。仕事に集中してる時は気にならなかったりもするけど、子供たちがこう喋ったりとか、そういう時はちょっと下に行ってとかね。だからあんまりそういうことにならないようには本当はしたいよね。そうです。分かった。じゃあいろいろ動かしていくんですけれども、一日なのでどこまでできるか分かりませんが、とりあえず今日力を合わせて。友達は何の友達なの？保育園の時のママ友です。長男の保育園の時。長男の時のママ友しか今付き合いがない。じゃあそれで今日は視察現場。そうです。大丈夫？奥さんの家は。もっとひどい。家でもできるように10分は。もらいに来ました。はい、わかりました。じゃあ今日一日頑張りましょう。はい。いいですか？はい。おお。やったんです断捨離。お金かけたの？かけたんです。かけた割にはどっち上がってるわね。もっと多かったのね。もっと多かったです。もっと多くて、断捨離はやったけど、なんかどこにしまうかとか、どこに何をするかっていうのはやらなかったから、結局どこに何をしまっていいかわからない。で、こうなる。そもそも仕組みがないから戻すも何もなかなか難しいよねって、どうしてもこういうもろ出し収納、まあそこそこ減らしているんであれば、戻す場所はあっちで、それを家族全員で共有するってことが大事かな。なんかママ一人で頑張ってるっぽく見えるんだけど、そこはいい、ここに戻すのよみたいな、いいじゃない、ざっくり家族なんだから、あっちとにかくシステマチックにしましょうか。扉行きますよ。扉降ります。はい、扉入ります。
わかるか、このままつけちゃったから開けられないんだ。あ、そうですそうです。ね。お父さん、これ置いてあるものの量の割にはこの上側しか使ってない。多分絵を置いてあったら3ぐらいしか使ってない。そうよね。稼働率が弱いよね。はい。だからそういうものはもう扉の中でいいのかなっていう気がする。ここのラインはここのつけるかったらそうそうそう。このドンつけてなんか構わない。まあどちらにしても穴なんだよね。そうなんですよね。ここになんか一個100歩譲ってそこかな、みたいなイメージで。でこれをパパにつけてもらって、でここは導線。はい、ということで、乳児を抱えての男の子の3人の育児は大変ですよね。ということで、育休を明けるママを応援するべく、散らかりにくいお部屋に大改造してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週。さよなら。皆さんこんにちは、古方純子です。今年も残すところあと2ヶ月を切りました。皆さんお忙しい中、週末ビフォーアフターをご覧いただきありがとうございます。今年は出版記念セミナーでたくさんの視聴者さんとお会いできることができて、直接皆さんに応援してもらえて本当に私も元気をたくさんいただきました。まだまだ入るチャンスありますかね。あ、そうそうそう、本当にたくさんの方に来ていただいて、キャンセル待ちもたくさん出てですね、今回京都会場の方で増設が決まりまして、12月7日のセミナーが一つ増えました。ということで、まだまだ古方純子に生で会えるチャンスがございますので、もし私に会って背中を押してもらいたい人は、私のセミナーに参加していただきたいと思います。たくさんのご参加お待ちしてます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。